今回の動画では北海道の苫小牧東港から福井県の敦賀港まで約 900km、 新日本海フェリーのすずらんに乗船しておよそ21時間の船旅となります。どうも皆さんこんにちは、ともにと申します。ということで今回は北海道にある JR 苫小牧駅からスタートです。苫小牧といえばサンフラワーや太平洋フェリー、シルバーフェリーといった多くの船会社が発着している港というイメージがあるかなと思いますが、それらの船会社が利用している港は正確には苫小牧西港という港でして、今回乗船する新日本海フェリーが発着するのは苫小牧東港というちょっと違った場所にある港なんですよね。苫小牧東港の場合はこの苫小牧駅からバスに乗って向かうことができるんですけれども、苫小牧西港の場合はまずは電車で浜厚間駅という駅まで行き、そこから徒歩で20分ほどというちょっと不便な場所にあるんですよね。もっと楽なアクセス方法、実は私も直前で知ったんですけれども、 JR 南千歳駅からターミナル行きのバスが出ておりますので、そっちを利用すればよかったとこの時絶賛公開中でございます。すでに電車も到着しておりましたので、乗車して浜厚間駅に向かいましょう。電車の中に入ってみると、なんて言うんですかね、少しレトロな感じがしてとても居心地が良かったですね。他の乗客は主に学生が多かったようで、青春っていいなぁなんて感じながら浜厚間駅に到着です。いや、さすがに暗すぎんだろなんて思ってしまいましたが、無人駅なのでそもそも明かりが少ないんですよね。当然私は初めて訪れたわけなんですけれども、もう少し早めの日が昇っている時間帯にすればよかったとここでも後悔を重ねております。ということで苫小牧東港までおよそ 1.7km 歩いて向かっていきましょう。いやー、周りに人の気配が全くなくて、いい年して若干の怖さも感じてしまいましたので、早歩きで向かったのが功を成したのでしょうか。結果的に20分もかからずに苫小牧東港に到着です。正直人が多い場所はあんまり得意じゃないんですけれども、この時ばかりは人がいることに安心を覚えていましたね。ちなみに南千歳駅からバスに乗っていた場合、この場所に到着するようです。この日の出港時間は23時30分。今の時間は20時15分ですので、本日乗船するすずらんはまだ港に到着していないようでした。ということで先にターミナルの中に入ってしまいましょう。ターミナルの1階はこのように受付になっているんですけれども、私はスマートフォンに QR コードを事前にダウンロードしておりますので、エスカレーターを登って2階の待合室へ。2階の待合室に到着したところで、窓から本日乗船するすずらんが港に着岸する様子が見えましたので、再度船の様子を見に行きましょう。ということで、こちらが本日乗船する新日本海フェリーのすずらんとなります。スペックはこんな感じ。今見えているすずらんなんですけれども、2012年6月に運航終了となった初代すずらんに代わり、2代目すずらんとして同年7月に就航した船なんですよね。船名は北海道を代表する花であるすずらんから名付けられたようです。
2022年11月1日から2023年5月6日まで、東京九州フェリーの浜湯、そしてソレイユと入れ替わりで姉妹船水仙とともに新門司から横須賀航路にて運航していたというちょっと変わった経歴を持つフェリーなんですよね。ということで本日乗船するすずらんの紹介も終わったところで、ターミナルの2階の待合室に戻ってきました。いやー、映像の場所が行ったり来たりして申し訳ありません。ということでターミナルの紹介に戻らせていただきます。見えているのは売店で、この時間は営業していませんでしたが、主に北海道のお土産を取り扱っているようです。その他にも食事をすることができるレストランもあったんですけれども、営業が20時30分までとなっておりますので、すでにラストオーダーは終了しているようです。今の時間が20時30分ということもあり、ちょうどシャッターが閉められてしまいましたね。出港時間までまだ3時間ほどありますので、今のうちにNetflixなど動画のダウンロードをしながらのんびり乗船の時間を待つことにしましょう。ちなみに今の時間レストランと売店は営業していませんが、自動販売機はありますので、その点は今後利用することを考えている方もご安心ください。はい、乗船が始まりました。出港の30分前の乗船となります。長距離フェリーは出港の1時間前に乗船が始まることが多い気がしますので、少し珍しいですかね。そんなことを考えながらターミナルの3階に移動し、短めの連絡橋を渡っていざすずらんに乗船です。この初めての船に乗る瞬間はやっぱりワクワクしてしまいますね。ということで乗船して一番最初に訪れるのはこの豪華なエントランスホール。船名が入った乗船記念の浮き輪もこの場所にあります。この豪華さを見るとまるでクルーズ船のようですよね。まあ私はクルーズ船に乗ったことがないんですけどね。ということですぐにでも船内を散策したい気持ちを抑え、まずは本日利用させていただくお部屋に向かっていきましょう。さあ行くぞ。長い廊下の途中にあるこちらのツーリスト A10 という大部屋が今回予約したお部屋になります。最大で10人もの人が利用することができるカプセルタイプの大部屋。一番奥のこのスペースが今回私が利用させていただくスペースとなります。幸い隣のベッドを利用する人はいないようですので、このチャンネル恒例の部屋紹介行ってみましょう。マットレスは持ち上げるのが少しきついくらい厚めなもの。主な備品はシーツが2枚とふかふかの掛け布団といったところですね。枕は薄めとなっているので横を向いて寝るのは少し厳しそう。ライトはもちろんオンとオフが切り替えられるようになっており、コンセントはこの場所にありますので、初見の方は少し見つけにくいですね。ライトの反対側にはこのように小物を置くことができる小さめなスペースがあります。ベッドの足側にはこのようなちょっとした銀ラックの物置とハンガーラックがありますが、どうやら肝心のハンガーはないようですね。ということでベッドメイキングをしていきましょう。はい、ベッドメイキング完了です。先ほど紹介しそびれてしまったんですけれども、もちろん各スペースにカーテンがついておりますので、
プライバシーもバッチリです。ちなみに外から見た様子はこんな感じ。中の様子は全然わからないですね。料金は合計で1万2000円。北海道から福井までの移動費込みと考えたら破格なお値段じゃないでしょうか。ということで部屋の紹介も終わりましたので、エントランスホールに戻ってきました。そろそろ出港の時間も近づいておりますので、展望デッキに行ってみましょう。ということで5階のエントランスホールからカフェエリアとプロムナードを抜けて船の船尾側へ。展望デッキに到着した時は23時25分だったんですけれども、どうやら定刻の23時30分よりも5分ほど早く苫小牧東港を出港したようです。およそ21時間の船旅の始まり。今回は敦賀港に直通の航路なんですけれども、日によっては秋田や新潟を経由して敦賀港に向かう航路もあるようで、そちらはなんと34時間の船旅になるみたいです。いつかそっちの航路も乗船してみたいなーなんて考えていると、あっという間に苫小牧東港の光が見えなくなってしまいました。映像だと分かりにくいんですけれども、少し雨が降っていましたので船内に戻っていきましょう。一度部屋に戻り、荷物の整理も終わったところで大浴場に行ってみましょう。ちなみに私と同じ大部屋を利用している人は私を含め2人だけでした。乗船している人自体は結構多そうでしたが、皆さん個室などを利用されているんですかね。ということで6階にある大浴場に到着です。大浴場の中の様子は残念ながら撮影ができませんことをご了承くださいませ。それではいざ大浴場へ。さあ行くぞ。いやー、気持ちよかったですね。気になる大浴場の中の様子はこんな感じ。手足を伸ばしながら日本海の大海原を眺めることができる展望大浴場です。それだけでも贅沢なんですけれども、なんと露天風呂まであるんですよね。静かな海の音を聞きながらのんびり入る露天風呂。ついついお酒が欲しくなっちゃうようなシチュエーションでした。と、こんな感じで船内を歩いていたんですけれども、時刻がすでに日付を超えているためか、さすがに眠くなってきましたので、部屋でゆっくりと休むことにしましょう。それでは今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。はい、おはようございます。乗船2日目の朝なんですけれども、この時間帯はまだ売店も営業前のようですね。乗客の皆さんもまだ部屋で休まれているんでしょうか。船内を歩いていてもあまり見かけませんね。私ともにもまだ眠さはあるんですけれども、その眠い目をこすりながら昨晩出港の様子を眺めた展望デッキにやってきました。出港の時は雨が降っていたんですけれども、今朝は曇り寄りの晴れという感じでしょうか。太陽の光が反射する綺麗な水平線を眺めながら朝の時間をこれでもかと堪能。幸いと言いますか、私の他には誰もいないようでしたので、しばらく展望デッキを独り占めさせてもらいました。あれから少し時間が経過し、お腹も空いてきましたので、今回の船旅で
初めてのレストランに向かいましょう。レストランは展望デッキの手前に入り口があり、朝食の営業は8時から9時までとなっているようです。中に入ってみると、私の他にもお客さんが数人といった感じでしょうか。座席にはかなり余裕がありましたね。奥の方に空いていた座席に座らせてもらい、タッチパネルでメニューの中から朝食を注文します。ということで、こちらが注文したかけそば1杯500円。シンプルイズベストといったようなこの感じ、とても好みです。一味唐辛子もありますので、途中の味変もバッチリ。それでは新日本海フェリーすずらんの朝食いただきます。はい、ごちそうさまでした。シンプルなだけあって寝起きの後すぐにでもどんどん食べることができる安定の美味しさでしたね。お会計はテーブルにあるこちらのバーコードを利用します。このバーコードをレストランの出口にあるセルフ会計機で読み取ることでお支払いをすることができます。ということでお会計も完了。お昼ご飯も楽しみになるレストランでした。これから何しようかななんて考えていたんですけれども、ここでまだ朝のコーヒーを飲んでいないことに気がつきました。道理で思うように頭が働かないわけだなんて感じつつ、自動販売機でコーヒーを購入。どこで飲もうかなと船内を歩いていたところ、プロムナードが空いていましたので、コーヒーを飲みながら朝の景色を堪能しちゃいましょう。しばらく船内を散歩したり、部屋でぐうたらしたりしていたんですけれども、船内アナウンスにて姉妹船である水船とのすれ違いがあると連絡がありましたので、5階後方の展望デッキに向かってみましょう。ということで展望デッキに到着。すでに数名の方が展望デッキにいらっしゃいましたね。そのまま展望デッキで待つことおよそ 2,3 分。船の右舷側に姉妹船水船の姿が見え始めました。水船と私が今乗船しているすずらんは姉妹船ということもあり、全長や総トン数など基本スペックは同じなようです。ただ船内の装飾などは若干違ったものになっているようなので、早く乗ってみたいなぁと感じましたね。そんなこんなで胸を躍らせているうちに姉妹船水船とのすれ違いは完了。ちょうどいい時間帯なので、そろそろ船内の紹介に行ってみましょう。さあ行くぞ。展望デッキから一番近い施設はこちらのレストラン。ランチ営業は12時からとなっております。そのまま窓から海の景色を眺めることができるプロムナードを通り抜けると、ちょっとしたカフェスペースが広がっております。こちらのカフェでは軽食やソフトクリームを販売しておりますので、小腹が空いた時にちょうどいいですね。カフェスペース自体も結構広めとなっておりますので、窮屈に感じることはなさそうです。続いてカフェスペースの反対側、左舷側に向かってみましょう。最初に見えてきたのはマッサージコーナーと PC コーナー。PC コーナーには各テーブルにコンセントが2口もありますので、作業するのにもぴったりの空間です。その隣にはもはやフェリーおなじみと言ってもいいかもしれません。マッサージチェアが2台あります。料金は10分あたり100円と若干お安めですかね。隣のスペースには何やら豪華そうな扉があります。こちらはコース料理を楽しむことができる
グリルという名前のいわゆるもう一つのレストランとなっておりまして、事前に予約をする必要があるちょっぴり贅沢なレストランです。5階の船尾側には先ほどの展望デッキがあるんですけれども、選手側にはフォワードサロンラルクアンシエルがあります。名前が超有名なロックバンドと同じなんですよね。中に入ってみるとこんな感じ。この時間は誰もいなかったんですけれども、他の時間帯には常に誰か一人はこのフォワードサロンで船旅を楽しんでいる方がいらっしゃいました。窓からの景色はこんな感じ。あいにく少し曇っているんですけれども、天気が晴れていれば綺麗な水平線を眺めることができると思います。その他にも5階にはアミューズボックスもあり、有料とはなりますが、カラオケや持ち込みの DVD を楽しむことができるようになっております。ということで、5階の紹介は完了しましたので、階段を上って6階へ。6階には昨晩訪れた露天風呂付き展望台浴場があり、今の時間でも入ることができるようになっております。そのまま左舷側の通路を船尾側に進んでいくと、見えてきたのはフェリーおなじみのゲームコーナー。 UFO キャッチャーやテレビゲーム、スロットなど多くのゲームがありますので、老若男女誰でも楽しむことができそうです。続いて先ほどとは反対側の右舷側の通路を船尾側へ向かってみましょう。こちらはスポーツルームとなっておりまして、ランニングマシーン、コードレスバイクのほか、グループでお楽しみいただける卓球台まであるのが驚きですよね。ちなみに卓球セットのレンタルは有料となりますのでご注意くださいませ。そして個人的に一番驚いたのはこちらのコンファレンスルーム。中に入ってみるとこのように大きなシアターが広がっており、海の上にいながら映画上映を楽しめるようになっております。映画上映を楽しめるフェリーは他にも東京九州フェリーがありますが、シアターの大きさはこちらの方が圧倒的ですね。ちなみに肝心の映画上映なんですけれども、1日に2回行われているようです。ということで6階の紹介も完了したところで、エレベーターに乗って4階へ移動。4階は私ともにが泊まっているお部屋がある階ですね。相変わらず豪華なエントランスホールです。4階には案内所と船内ショップがあるんですけれども、ショップは後ほど訪れる予定ですので、今は場所だけの確認。反対側にはキッズルームがありまして、靴を脱いで遊べるスペースが広がっております。4階は他の階と比べて設備の数が少なく、案内所と船内ショップ、キッズルームの他には小腹が空いた時に便利なカップ麺コーナーと、アルコール類やアイスなども販売している自動販売機コーナー、そして返却式のコインロッカーといったところですかね。他にはコインランドリーもあるんですけれども、場所が男性用、女性用それぞれの化粧室の中にありますので、撮影は控えさせていただきます。ということで、これにて新日本海フェリーすずらんの船内紹介完了です。結構のんびり船内の散策をしていたためですかね。気がつけば時刻はお昼の12時30分頃。すでにお腹もペコペコですので、レストランに向かっていきましょう。朝食時と同じように結構空いていましたので、窓側の座席に座ることができました。同じようにタッチパネルで食事を注文します。
ということで、注文した料理が到着。はい、ラーメンです。しかも、ただのラーメンじゃありません。正式名称は、盛りすぎチャーシュー麺。名前の通り、チャーシューが大量に盛られていて、私ともには大歓喜状態。それでは、盛りすぎチャーシュー麺、いただきます。はい、ごちそうさまでした。豚骨醤油のスープに麺とチャーシューが合わさって最高の美味しさでしたね。お会計は朝食時と同様にバーコードを使ったセルフ会計機で行います。このレストランはあと1回夕食時にも利用させていただく予定ですので、そちらもとても楽しみです。ということで、しばらくはやることもありませんので、船旅の醍醐味でもあるぐうたら時間を楽しんでいきましょう。あれからしばらく時間が経過しましたので、4階にある船内ショップに行ってみましょう。船自体が大きいこともあり、ショップもとても大きいですね。販売している商品は発着地である北海道や福井のお土産をはじめ、ちょっとユニークな商品や種類豊富な通常のお菓子類、それに飲み物やアイスクリーム、カップ麺などありとあらゆる商品を販売しております。フェリーの船内ショップといえば、やはり各船会社のオリジナルグッズも気になりますが、個人的に一番気になったのはこちらのゴーゴーカレーとのコラボ商品ですかね。ゴーゴーカレーはとにかくボリュームがあり、個人的にも好きなお店なので、なんとなく嬉しかったです。ということで、初めての船に乗船したら必ず購入する5000円を購入しました。ゴーゴーカレーはすごい迷ったんですけれども、家の近くにお店がありますので、今度そちらに行ってみることにします。ちなみに購入した5000円なんですけれども、他にも種類がいくつかありましたので、次回以降乗船する際もまた違ったデザインを集めることができそうで、とても嬉しいですね。ショッピングも終わりましたので、引き続きぐうたら時間なんですけれども、甘いものが食べたい気分でしたので、実はショップで購入していたチョコレートと炭酸水を楽しんでいきましょう。あっという間に今回の船旅の最後の食事の時間になりました。この時間になるとすでに船内ショップも営業を終了しているようですね。この 2,3 時間特に何かをしたわけではないんですけれども、それでもお腹が空いてくるのが人間の不思議。ということで、本日3回目のレストランに行きましょう。空いていた座席を確保してタッチパネルで注文。さすがにもう慣れてきましたね。ということで、注文した唐揚げ丼が到着。唐揚げ丼単体ではなく、漬物やお味噌汁がついてくるのがとても嬉しいポイント。ご飯の上に千切りキャベツも乗っていますので、これは実質カロリーゼロと言っても過言ではないでしょう。それではいただきます。はい、ごちそうさまでした。長時間の船旅を締めくくるにふさわしい脂の乗った唐揚げをいただきました。とても美味しかったです。現在の時刻は夜の19時頃、敦賀港への到着が20時30分を予定しておりますので、残り短い船旅の時間を最後まで楽しんでいきましょう。あっという間に敦賀港の到着まで残り10分ほどとなりました。
ということで、本日何回目かも覚えていないんですけれども、展望デッキに向かっていきましょう。外の様子は雨が降るか降らないかの瀬戸際みたいな状態でしたね。とはいえ敦賀港はすぐ目の前。この港は古代から大陸との交流拠点として発展し、現在は関西中京地域と日本海側、さらには韓国釜山を結ぶ国際物流港として活躍中の港です。石炭やコンテナ、フェリー貨物などを扱い、年間1500万トンを超える貨物を支えています。また第二次世界大戦中にはユダヤ人難民を受け入れた人道の港としても知られており、資料館敦賀ムゼウムでその歴史が語られています。観光面でも赤レンガ倉庫や気比神宮など見どころ満載。歴史と未来が交差する魅力あふれる港となっております。と、ここで船内アナウンスがあり、下船まで船内で待つように指示がありましたので、着岸目前ではありますが、船内に戻っていきましょう。居心地が良かったこちらのお部屋ともお別れの時間。およそ21時間ありがとう。ということで、部屋に荷物を取りに行った後は、私も他の乗船客と同じようにエントランスホールで待つことにしましょう。到着からおよそ10分後といったところでしょうか。下船が始まりました。今回初めての航路、初めてのフェリーということで、どんな船旅になるのか楽しさ半分、緊張半分といった状態だったんですけれども、終わってみると美味しい食事に最高のぐうたら時間と充実した船旅を経験することができました。ここから最寄り駅である敦賀駅までの交通手段なんですけれども、フェリー入港後に出発する敦賀駅までの直通バスが運行しておりますので、簡単かつスムーズに移動することができます。料金は大人1人当たり350円。フェリーターミナルから敦賀駅まではおよそ15分といったところですかね。ということで、今回の船旅はここまでとなります。このチャンネルでは毎週金曜日に船旅をメインとしたちょっと非日常な旅の魅力を紹介する動画を投稿しておりますので、よろしければチャンネル登録や高評価、コメントをしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。